こんにちは、トランスです。今回は一生懸命というトロフィーを攻略します。3日間連続で3つの目標すべてを達成するというトロフィーです。今、2日目まで達成したところです。達成率はそれほど低くないのですが、トランスのように取りあぐねていると面倒なことになります。いろいろ注意点があるのですが、まずは最終日の目標をチェックします。一つでも不可能なものがあれば、また1日目からやり直しです。ちょっと運が悪いです。午後4時までに帰宅しなければなりません。トランスは意地っ張りなので、時間がない中でも掃除から1日を始めます。4時までというのはゲーム内の時間進行で、現実とは違い、すぐにその時が訪れます。トランスはこのトロフィーを何度もあと一歩のところで取り逃しています。アーケードパラダイスの序盤、ゲームの種類が少ないうちに取っておくべきトロフィーでした。文句を言っても始まらないので、まずはできることをこなしていきます。サンプアゴーファーで200点を取ります。これはとても簡単です。後のことを考えると、200点ですぐにやめておくべきでした。2つ目の目標は、プレイしたことのないゲームです。ブロブフロムスペース。他の言語はわかりませんが、日本語訳のセンスはかけらもありませんね。興味がなくて、プレイしてこなかったゲームが最終日の目標にあるなんて、ついてないです。そして、5分間プレイする、ではなく、5分間プレイし続ける、となっています。全くプレイしたことがありません。操作方法もよくわからないです。でも、プレイしなければトロフィーはゲットできません。あれ？これはもしかして、スペースインベーダー？なんだ、これならルールはよく知っています。知っているどころか、トランスが初めて極めたゲームがスペースインベーダーです。そして、5分間プレイし続けるという言葉の解釈が重要になってきます。他のゲームの目標は、積算で5分間でも認められます。この目標は、やはり5分間連続のようです。しかも、ミスでゲームオーバーになった場合の扱いがわかりません。検証している時間はありません。おそらくあと1回のプレイが限度です。5分間、ノーミスでプレイしてみせましょう。トランスは、昔から職場で無理難題を押し付けられます。トランスがお人よしというのもありますが、他人よりも問題解決能力が高いからこそでもあります。元のゲームは対等のスペースインベーダーです。ということは、先のステージに進むと敵の初期配置が低くなります。これを少しでも防ぐためには、敵が画面の端に移動する機会を遅らせることです。スペースインベーダーの基本なのですが、横の行で倒さずに縦の列で倒していきます。本家のスペースインベーダーは敵を8機残しておき、UFO を多く出現させます。今プレイしているゲームは1回のミスでゲームオーバーになるので、あまり低い位置まで粘ることができません。リスクオンで5分間耐えることにします。トランスは今でも300点 UFO の出し方を知っています。レインボーも出せます。そして名古屋打ちの伝承者でもあります。実はトランス流の名古屋打ちも編み出しています。いつか動画でお見せしたいと思っているのですが、問題が2つあります。1つはプレイステーションで発売されていないこと。もう1つは対等の動画投稿ガイドラインが厳しめなことです。
まあ、いつの日か希望が叶う日が来るでしょう。さて、いつものことながら本題から外れてしまっていますので攻略もしておきます。まず、このトロフィーを狙うときにはバスで帰宅します。自家用車でも構いません。大事なのは PDA から終了しないことです。PDA から終了するとゲーム開始画面に戻ります。セーブもできているので、できそうな目標の日が出るまでやり直しできそうな気がしますが、これが認められません。3日間連続で達成できる目標が3個続くことを祈りつつ、バスで帰宅しましょう。さらに、このトロフィーにはバグがあります。トランスはいくつか遭遇しています。ひどいのは、3個の目標のうち、1つが最初から達成扱いになっており、そのせいでトロフィーが認められないものです。なので、アーケードパラダイスの序盤にゲームを購入せず、このトロフィーを取った方が無難です。トランスはプレイステーション4でもこのトロフィーを取得しています。その時は何も意識せずに取れていました。むしろうっかり取ってしまい、動画に残すことができませんでした。アーケードパラダイスで希少価値のあるお金はドルよりもポンドです。ゲーム機を増やすよりも毎日の目標を達成する方がプラチナトロフィーへのクリティカルパスになります。もう進めてしまっている人は洗濯機や乾燥機を残しつつ3個目のガムを探し、5分や10分かかるゲームは閉店間際にプレイしましょう。画面はかなり苦しいことになっています。一発ごとしか撃てないシューティングで予備動作のない敵から至近距離からの攻撃をかわさなくてはなりません。こちらの撃った弾が流れるのも予測して撃ちます。この危ないシーンはなんとなく名古屋撃ちの最後に似ています。手持ちの時計ではあと30秒程度粘れば達成です。そして1分以上粘るとバスに間に合わなくなるかもしれません。トランスが若い頃にこういうシチュエーションは何度もあったことでしょう。今は仕事や私生活を圧迫するようなゲームのプレイスタイルではありません。正直に言うと動画の毎週更新がちょっと大変です。アーケードパラダイスが終了したら少し手を抜こうと思っています。画面はちょっと難しい局面です。横に長く残してはダメですね。このタイプのミスは占領されると言います。まあいいや、5分間経ったでしょ。ゲームを終了しないと表示されないみたいですね。問題は現在時刻が4時前かどうかということです。よし、大丈夫。さっさとバスに乗り込みましょう。こんな明るい時間に帰宅すると罪悪感を感じるなんてトランスは小物です。さて、今回はどうかな？うまくいきました。いかがでしたか？また来週お会いしましょう。